こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、イスラエルのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。はい。イスラエルについてご紹介するのだ。イスラエルは、中東の地中海東岸に位置するユニークな国なのだ。首都は歴史深いエルサレムで、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教それぞれの聖地が共存しているのだ。紀元前から続く長い歴史を持ち、1948年にユダヤ人の国家として建国された共和制の民主主義国なのだ。人口は約970万人ほどで、多様な文化が息づいているのだ。主要産業としては、IT やハイテク産業が非常に発達していて、スタートアップ国家と呼ばれるほど技術革新が盛んなのだ。農業技術も世界をリードしているのだよ。現在も周辺地域との間で様々な課題を抱えており、国際社会の平和への関心が高いテーマなのだ。一つ目のニュースなのだ。ネタニヤフ側近ウーリッヒ氏、国家安全保障危険容疑で起訴へ、という記事なのだ。イスラエルのガリ・バハラフ・ミアラ司法長官が日曜日に重大な発表をしたのだ。なんと、ネタニヤフ首相の顧問であるヨナタン・ウリーヒ氏を起訴する意向だそうなのだ。ウリーヒ氏は、首相府の秘密文書をドイツの新聞、ビルトに漏らした疑いがかけられているのだ。これは、ビビリークス事件として知られていて、国の安全に関わる大変な問題なのだ。これから聴聞会が開かれる予定なのだ。二つ目のニュースなのだ。ネタニヤフ首相、新スキャンダル、ビビリークスの全容という記事なのだ。イスラエルでね、裁判所がすごい発表をしたのだ。機密情報を海外メディアに漏らした疑いのある3人の容疑者さんたちの交流を延長したのだって。この情報っていうのは、首相府に届いたイスラエル国防軍のとっても大切な機密情報だったらしいのだ。裁判所のメンエム、ミズラヒハンジさんが、この情報が漏れると国の安全保障が大変なことになったり、秘密の情報源が危険にさらされたりする可能性があるからって判断したのだ。だから、もっと詳しく調べるために、交流を続けることにしたのだって、国の秘密はしっかり守らないといけないのだ。三つ目のニュースなのだ。閣僚、安保幹部、ハマスと IDF 駐留めぐり妥協協議へ、という記事なのだ。イスラエルでは、戦争646日目を迎えたのだ。ネタニヤフ首相の補佐官が国家安全保障を危うくしたとして起訴されるかもしれない、というニュースもあるのだ。そんな中、ネタニヤフ首相は閣僚や安全保障担当者を招集して、ガザでの戦闘と人質交渉について話し合うことになったのだ。ハマスとの交渉はとても難しい状況らしいのだ。特に争点になっているのは、もし停戦になった場合に、イスラエル軍がガザ地区にどのように配置されるか、ということなのだ。人質解放の合意を進めるために、モリブ回廊沿いの部隊配置に関する規制を緩和することも検討されているのだ。もし合意に至らなかった場合の、イスラエル国防軍 IDF のガザでの作戦計画も防衛部門から提示される予定なのだ。ドーハでの交渉は今も続いているけれど、部隊の配置については意見が食い違って少し行き詰まっているのだ。それでも政治筋によると、両者は交渉プロセスを続けることにコミットしていて、まだ諦めていないのだ。4つ目のニュースなのだ。イスラエル兵、ガザで IDF 誤射の流れ弾で軽傷という記事なのだ。イスラエルは今、戦争中だけど、ガザ地区との国境に近い南部地域で少し気になるニュースがあったのだ。なんと、一人のイスラエル兵さんが流れ弾に当たって軽傷を負っちゃったのだ。初期の調査では、この流れ弾、ガザにいるイスラエル軍さんによる誤射だった可能性が高いらしいのだ。兵士さんの乗っていた車も少し壊れたけど、幸い、命に別状はなかったのだ。だけど、事件があった場所のシャー、
ネゲブ評議会のトップさんは、軽傷で済んだのは良かったけど、この事態をすごく深刻に受け止めているのだ。政府は、国境近くの地域に住民を戻しても安全だって言ってるけど、評議会のトップさんは、政府がその決定の本当の意味を理解していないって批判しているのだ。住民さんの命を危険にさらすようなことは、絶対に許さないって強く訴えているのだ。5つ目のニュースなのだ。人質母、閣僚に訴え、息子容体悪化という記事なのだ。ねえ、みんな聞いてほしいのだ。イスラエルとハマスの戦争が続いてる中、人質になっているアロン・オヘルさんのママ、イディット・オヘルさんが政府の閣僚たちに切実な手紙を書いたのだ。アロンさんの体調がつかまっている間にすごく悪化していて、特に目が見えなくなるかもしれないって医師の見解があったそうだよ。すぐに治療しないと本当に手遅れになるって言われているのだ。ママはもうくたくたで心配でたまらないって訴えているのだ。ママはハマスに分かったんだから、本当の勝利って人質がみんな元気に帰ってくることじゃないのかなって訴えているのだ。だから手遅れになっちゃう前にアロンさんを早くお家に返してあげてほしいのだって心から願っているそうだよ。ハイテクと歴史が共存するイスラエルだけど、今日ご紹介したニュースからは内部の複雑な問題や戦争の厳しい現実が伝わってきたのだ。特に国の安全に関わる情報漏洩や人質の方の切実な訴えは本当に心が痛むのだ。一日も早くすべての人が安心して暮らせる平和な世界になることをずんだもんも心から願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。